前、岡崎から飛鳥街道と飯田街道を、豊川から稲街道を、そして名古屋から瀬戸街道と中馬街道を走りました。長野県の根羽村で合流したこの3本の道は、三州街道などと呼ばれ、一路、信州を目指します。今日はこの三州街道を走ります。ゴールは長野県飯田市にある飯田城跡です。おはようございます。私は今、長野県根羽村の曽間地峠に来ています。以前、愛知県内の飯田街道を走った際のゴールです。今日はここから長野県側に下っていきます。今回はここまで折りたたみ自転車を持ってきました。実際はここまで車で来ることは可能かもしれません。しかし、道の途中に一般車通行禁止の看板があったため、安全策をとって自転車にしました。ただ、持ってきた自転車が良くなかったです。車輪の小さいタイプのため、悪路でスリップして転倒しそうです。こんなところで大怪我でもしようものなら、誰にも助けてもらえず、最悪熊の餌食です。ブレーキいっぱい握りしめて、ゆっくりゆっくり下っていきます。この曽間地峠、以前は愛知県側から登りましたが、思えばそれが地獄の始まりでした。その後もいくつかの旧街道を走りましたが、その度に車が通れない峠が次々と現れ、道なき道を歩く羽目になりました。そういった意味では、実に思い入れのある峠です。もうあれから2年も経つとは、時の流れは早いものです。ここからは道が舗装されています。ひょー、気持ちいい。こんなところまで自転車を押して登ってきた甲斐があったというものです。しかし雨上がりのため、路面はウェットで、調子に乗っていると、転んで怪我をしそうなので注意して下ります。森を抜けて、視界が開けてきました。さて、ここからは車両進入禁止も解かれ、やっとドライブがスタートします。まずは小土川沿いに曽間地峠を下っていきます。今回の動画のタイトルは三州街道ですが、道は飯田街道とも稲街道とも中馬街道とも呼ばれ、いずれも誤りではありません。三州とは本来愛知県の三河地方東部を指し、そういった意味では以前走った稲街道が三州街道に近いのかもしれません。三州街道は三河湾で採れた塩を信州方面に運ぶ塩の道でもありました。矢作川を渡ります。この左が以前走った中馬街道です。ここからは現代の三州街道である国道153号を走ります。国道を外れ、三州街道の宿場でもあった根羽村の中心地に入っていきます。ここが以前走った稲街道との追い分けです。ここからしばらくはこの中馬街道の看板を頼りに進むことになります。中馬とはこの辺りで盛んに行われた馬による輸送手段です。以前の動画でも触れた中馬孫太によれば、主にここ根羽や平谷の若者が孫を務めたそうです。国道153号に戻ります。すぐに国道を外れます。ここからしばらくは国道153号を行ったり来たりしながら進むことになります。
正面の坂に看板があるため、ここからは歩きとなります。今回の旅もこのようなちょこちょことした歩きが数回あります。どうも左は民家に入っていってしまいそうなので、一旦国道に戻ります。またこの左から徒歩となります。この辺りの道に関しては地図にもしっかりとは載っていないため、もしかしたら本来のルートとは違っている可能性もあります。とりあえず間違えて民家に入り込まないことだけ注意して歩いています。このご時世、下手に人の土地に入り込むものなら闇バイトと思われて通報ものです。ここから国道に戻ります。国道を外れ、中野の集落に入ります。国道を横断します。この近くには信玄塚があります。三河侵攻中に負傷した武田信玄は一説には甲斐に引き返す途中、この地で亡くなったと言われています。風林火山の旗を横に倒したため、この辺りの地名も横旗と呼ばれます。最近の大河では饅頭を喉に詰まらせて死んだことにされていましたが、それよりは信憑性があるのではないでしょうか。右には横旗の棚田が広がっています。この先は階段があるため迂回します。砦の集落に入ります。地名は武田信玄がこの地に築いた砦に由来します。国道を横断します。小川川の右岸を北に進みます。一ノ瀬の集落を走ります。国道に戻ります。この辺りはもしかしたら国道の右側が旧街道かもしれません。国道を外れます。大きめの枝が落ちているため避けてきます。この道は地元の人でもあまり通らないのかもしれません。国道に戻り、高橋から折山の集落を走り、赤坂峠を登っていきます。少し疲れてきたのでネバーランドで小休憩を取ります。森の駅ネバーランドはネバ村にある観光施設です。食事もできますが少し早いので鹿肉まんを食べました。そしていつものようにこの後時間がなくなり、これが本日のランチとなりました。ここから下稲郡平谷村に入り、赤坂峠を下っていきます。右には長野県最南のスキー場、平谷高原スキー場があります。国道を外れ、平谷の中心地に入っていきます。平谷は三州街道の宿場町でもありました。この辺りは今日走るルートでも古い町並みがよく残っているエリアです。国道418号を渡ります。道の駅
信州平屋の前で国道153号に戻ります。国道を外れ柳平の集落に入ります。一旦国道に戻りますが、ウツボ方面に国道を外れます。ここからは柳川に沿って走ります。本来の三州街道は川の左岸だと思われますが、橋がないため右岸を進みます。ウツボの集落を走ります。この辺りからはかなり道が細くなります。しかしこのチャンネルを始めてからというもの、こんな道ばかりを走っているので、この程度では特に何も感じなくなりました。車で入れるのはここまでです。本来の三州街道はここから山の中に入っていきます。しかし事前に調べたところ、道は途中で途切れているようです。そして何より関係者以外立ち入り禁止のようです。ちなみに左の道は旧国道ですが、こちらも車では通行できません。熊も怖いので、ここはおとなしく迂回します。村道14号線で三州街道の難所である治部坂峠へと登っていきます。この先には矢作川の源流があるそうです。国道153号に戻ります。この辺りから本来の三州街道が右から登ってきて、国道を渡って左側となります。標高1189メートル、治部坂峠を越え、下稲郡阿智村に入ります。左から本来の三州街道が合流します。治部坂高原スキー場の前を通過します。本来のルートはこの左となり、また歩きとなります。正直このルート通行すべきかどうか非常に迷いました。理由はもちろん熊が怖いからです。最終的には直線距離で500メートルほどなのでなんとかなるだろうという判断で歩いています。とはいえエンカウントしたくはないので、鈴をいつもより大きな音で鳴らしながら歩いています。ちゃんとした橋もあるので、もともとはこちらが国道だったのでしょう。分水嶺を越えたので、川は矢作川水系から天竜川水系となり、太平洋に注ぎ込みます。無事に通過することができました。国道に戻ります。引き続き治部坂峠を下っていきます。本来のルートはこの右となるため、また徒歩となります。
治部坂川に架かる吊り橋を渡ります。相変わらず熊にエンカウントするリスクのある道ではありますが、先ほどに比べてきれいに整備されているため、それほどの恐怖心はありません。三州街道は1593年に豊臣秀吉によって開設されたとされていますが、それより以前から道としては存在しました。1554年には武田信玄が軍事目的で治部坂峠を改修したと言われています。浪合関所が見えてきました。伊那を手中に収めた武田信玄は諸将の動向を監視するために現在の平屋村に関所を設けました。その後この地に移転され、江戸時代には他の関所同様に入り鉄砲で女を取り締まりました。関所は明治になるまで存続し、今ある門は平成4年に復元されたものです。江戸時代に徳川家康によって五街道が定められると、三州街道は脇街道として主に庶民に利用されました。農民の駄賃稼ぎとして発展した中馬は天満製のいわばライバル業でした。車の映像に戻ります。三州街道の宿場町であった浪合の集落に入ります。右には武田勝頼首実験の跡があります。織田信長と明智光秀はこの地で武田勝頼親子の首の検分を行ったと言われています。この先にある浪合神社には幸吉親王の墓があります。幸吉親王は後醍醐天皇の孫にあたり、この地で亡くなったと伝わっており、墓は宮内庁によって管理されています。奥三河から南信州あたりにかけて幸吉親王伝説が土着信仰として根強く残っています。恩田川の左岸を北に進みます。青木から荒谷、坂下の集落を走ります。次の峠である佐野原峠へと登っていきます。国道を渡ります。恩田川の右岸に渡ります。恩田の集落を走ります。ここからは国道153号に戻ります。佐野原峠を越えます。国道を外れ、ここからは村道七曲線で峠を下っていきます。ここ七曲では旧街道は上を走る国道の左右を行ったり来たりしながら坂を下っていきます。佐野原峠は三州街道で信州方面から三河方面に向かう最初の峠です。現在中山道に沿って走る JR 中央本線はこちらを通る案もあったそうですが、実現は難しかったようです。本来のルートはこの辺りから右を流れる大沢川沿いとなります。しかし道は残っていないようなので、このまま次の集落まで村道を走ります。この辺りの道には結構落石があります。大きな岩が落ちていないか注意しながら進みます。昭和50年代頃まではこちらの道がメインの通りでしたが、今では通る人はそれほどいないのでしょう。現在名古屋方面から信州に車で向かう場合は主に中央自動車道が利用されます。
しかし岐阜と長野の県境にある恵那山トンネルは危険物積載車両の通行禁止であるため、ガソリンをタンクローリーで運ぶことができず、鉄道輸送に頼っています。これが長野県が全国で一番ガソリンが高い要因の一つとなっているそうです。やっと視界が開けました。大野の集落へと入っていきます。本来の三州街道はこの右から来るので少し戻ります。この先が本来の三州街道です。車に戻り、引き続き大野の集落を走ります。この先、明治44年の地図ではすでに現在の国道に近い西の中野の集落を通るルートとなっています。しかし元々の旧街道はこのまま東に坂を下っていくルートです。なんか予想外のところに看板がありました。一応行ってみることにします。しかし結局道は行き止まりだったため車に戻ります。ここからは大沢川の右岸の道を走ります。この辺りの本来の旧街道も左を流れる大沢川により近いところを通っていたようです。しかし過去には何度か川が氾濫しているようで道はあまり残っていません。今走っている道は後年にできた道ではありますが、現在では通る人も少なそうで路面はよくありません。左には赤子石があります。旅の途中で産気づいた女性が赤子を産み落としなくなってしまい、石にはその赤子の足跡があるそうです。この辺りでは夜な夜な赤子の鳴き声が聞こえると言われています。明るい時間帯に来てよかったです。森を抜け大沢の集落に入っていきます。庚申坂と呼ばれる坂を下ります。ここから本来のルートは右の山の中に入っていくためまた歩きとなります。これが本日最後の歩き区間です。見慣れた旧街道らしい道となりました。今回のルートは意外とこういった道が少なかったです。別に好き好んで歩いているわけではありませんが、なければないで寂しいものです。念仏平に着きました。馬頭観音像の隣には道女富士の碑があります。父親に連れられて旅をしていた女児がこの地で病気となり亡くなったため供養碑が建てられたそうです。結構しっかり草が生い茂っています。熊も怖いですがマダニも怖いです。フェンスが設置されていたので反対側に回り込みました。もしかしたら自分で開けて通るタイプのフェンスだったのかもしれません。
しかし山中にあるフェンスは電気柵の可能性もあるので、うかつに触れるのは危険です。もし自分で開けるタイプの場合、必ず閉めるのがお約束です。車の映像に戻ります。左には中津川方面から恵那山トンネルを抜けてきた中央自動車道が走っています。曽山の集落を走ります。長塚橋であち側を渡ります。一旦国道に戻ります。ここからは国道153号と国道256号の重複区間となります。国道を渡り、山州街道の宿場町であった駒場の集落に入ります。昔の読み方では駒場です。ここが飯田までの最後の宿場町です。国道を横断します。左にも看板があるように、この近くには武田信玄の仮想塚と言われる場所があります。一応行ってみようとはしましたが、山奥すぎて断念しました。三河侵攻中に負傷した信玄は家臣に自らの死を3年間隠すように指示したと言われています。なので秘密裏に葬られ、仮想塚や墓も全国に複数存在し、確定はできません。ここから飯田市に入ります。西には木曽山脈、東には赤石山脈に挟まれた通称稲谷と呼ばれるエリアを走ります。国道を横断するため迂回します。正面に見えているのが中央アルプスこと木曽山脈です。この右には中央自動車道飯田山本インターチェンジがあります。さて、今まで頼りにしてきた中馬街道の看板もここまでです。ここからは国土地理院の古い地図を参考に走ります。ただし古い地図とは言っても明治44年のものであり、この頃にはすでに道は改修され、山州街道は新しいルートとなっています。 Google マップで山州街道として示されているのもこのルートです。それ以前の地図は見つからなかったため、今回私の選択している道は古い道しるべや石像、火などの点を結んだルートです。そのため、もしかしたら実際の旧街道とは一部違っている可能性もあるので、その辺はご理解ください。二ツ山のふもとを走ります。中央自動車道と国道を渡ります。国道と中央自動車道の北を並走します。国道には戻らずに一本西を並走する道を走ります。この辺りは時折ナマコ壁の蔵や謎の石碑が見られ、古い街道の雰囲気があります。私のこれまで走ってきた間では、こちらの道が本来の山州街道で間違いないかと思います。
右には南アルプスこと赤石山脈が見えてきました。これだけ山に囲まれた地形だと当然夏には気温が上昇しやすく、猛暑日も20日を超えます。でも名古屋よりはマシでした。飯田市をはじめとする南信州の昼夜の寒暖差の大きい気候はフルーツの栽培に適しており、あちこちに農園があります。ここ北方からは国道256号単独区間を走ります。中央自動車道をくぐり国道を外れます。本来の旧街道はこの左下のため迂回します。ここから旧街道に戻ります。本来の旧街道はこの左のようですが、車が通れないため迂回します。桐石交差点から本来のルートに戻ります。 JR 飯田線の線路を渡ります。上茶屋の集落に入ります。久米地橋で松川を渡ります。飯田の中心地は通称丘の上と呼ばれる台地上にあります。この急勾配を登るために JR 飯田線はオメガカーブしています。飯田の中心地へと入っていきます。この左に JR 飯田駅があります。本日の旅のゴールはここ飯田市ですが、三州街道はこのまま北上を続け、塩尻市で中山道に合流します。そちらはまた別の機会に走ってみたいと思います。では最後に飯田城跡に向かいたいと思います。銀座通りと呼ばれるレトロな商店街を通ります。かつて飯田城のあった長姫神社に到着しました。飯田城は室町時代にこの地の豪族である万歳氏によって築かれた城だと言われています。その後この地を支配した武田信玄の拠点となりましたが、武田氏の滅亡後は織田信長の支配下になりました。江戸時代に飯田藩は幕府の直轄地となりましたが、明治になり廃城となりました。本丸のあった場所に明治33年から長姫神社があります。祭神は堀秀政、親吉、親政の3人で、秀政は織田信長や豊臣秀吉に仕えた武将、親吉は信州飯田藩堀家の初代当主、親政は飯田藩初代当主です。今日も無事ゴールでき、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。